こんにちは、黒助です。動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は私のデスク環境を紹介したいと思います。私はリモートワークもするため、自宅のデスクで作業をしています。このような順番でデスクツアーをしますので、興味のあるところだけでも見てみてください。紹介するアイテムは概要欄にリンクも貼っていますので、この動画をご覧いただいた後にチェックしていただければと思います。デスクはフレキシスポットに自作の天板を載せています。サイズは横が182センチで奥行きが60センチです。ホームセンターでパイン集成材を購入して自作しました。はじめはワトコイルのナチュラルで塗装しましたが、少し濃い色にしてみたくてブライワックスのジャコビアンで塗り直しました。落ち着いた色味で気に入っています。デスクの裏にはフレキシスポットのケーブルホルダーを設置し、電源コードなどを収納しています。このケーブルはデスク脇のボックスに入るように配線しています。デスクはスタンディングデスクとしても使っています。私が使っているものはフレキシスポットの EJ2 というモデルです。立って作業するときはエルゴドリブンのマットを敷いています。このマットは独特な形状をしていて、足の疲労を軽減できるのでおすすめのアイテムです。一方の椅子は伊藤機の YL9 を使っています。職場ではハーマンミラーのセールチェアを使っていますが、デザインは結構似ています。価格はセールチェアの約半額にもかかわらず、座り心地も良く、コストパフォーマンスに優れた椅子だと思います。デスクの上にはデスクシェルフを置いていますが、これも自作しました。自作といってもホームセンターで買った板を塗装して木材ブロックに乗せているだけでかかった費用は2000円くらいです。引き出しとして無印のトレイを2つセットしています。中には SD カードリーダーなどの小物やポストイットなどを収納しています。またこちらには同じく無印の木製トレイを置いてあり、よく利用するモバイルバッテリーなどを載せています。ここには Tick Time というタイマーも置いています。このタイマーは各面に3分から30分までの6つの数字が書かれており、本体を横に倒すとその面の数字の時間をカウントダウンしてくれます。直感的に操作ができるので、仕事や勉強で集中したい時に使っています。引き出しの下にはアンカーのドッキングステーションを置いています。このドッキングステーションは M2MacBook Air で複数枚のディスプレイ表示を可能にするもので、これのおかげでデュアルディスプレイ環境を構築できています。このドッキングステーションのレビュー動画も作っていますので、ぜひご覧ください。Mac 自体はデスクシェルフに置き、クラムシェルモードで使うことが多いです。アンカーのドッキングステーションのおかげでケーブル1本で接続が可能です。このマグネットホルダーはボヤタのもので、カットして利用できるので、ケーブル管理に便利なアイテムです。モニターはデルのものを2台使っています。1枚の大きなモニターにも憧れるのですが、デュアルディスプレイだと Web 会議の際に Zoom の画面と資料を同時に確認できたり、他の人と画面を共有しやすいので、仕事の効率化を優先しています。サイズは 23.8 インチのもので、デスクのスペース的にもデュアル環境にはちょうどいいサイズ感かなと思います。モニターアームは Amazon Basic のデュアル用のものを使っています。アームを使ってモニターを浮かせることでデスクのスペースを有効活用できています。モニターの上にはモニターライトを設置しています。これは日本のスワン電機のエグザームシリーズのものです。直線的なフォルムがモニター周りの印象を引き締めてくれるので気に入っています。機能的にも手をかざすだけでスイッチのオンオフができるので便利です。またモニターにはアンカーのウェブカメラを設置しています。画角の調整やオートフォーカス機能のおかげで会議もスムーズに行えています。スピーカーにはタスカムの 2way パワードモニタースピーカーを使っています。このスピーカーはデスクトップで使いやすいコンパクトサイズながらモニタリングもできる性能を持っています。このモデルは Bluetooth に対応しているので、Spotify を Amazon Echo 経由で再生しています。電源はスマートプラグにつながっていて Amazon Echo でコントロールしています。
この照明は IKEA で人気のあるファードです。この照明も Amazon エコーで電源をコントロールしています。電球は LED ライトにしているので光の色を切り替えることができます。こちらにある照明は同じく IKEA のビョルクスピリアです。電池を使って点灯できるので場所にとらわれずどこにでも置くことができます。明るさは最大でも控えめなので心地よい雰囲気を作ってくれます。続いて入力デバイスなどをご紹介します。キーボードはロジクールの MX Keys Mini for Mac を使っています。10キーレスでキーレイアウトは Mac 用の英語キー配列になったモデルです。キー構造はパンタグラフ方式ですが、少し深めのキーストロークとなっていて、とても入力がしやすいキーボードです。スマートイルミネーションという機能があり、暗くなるとバックライトが自動で点灯するので、室内が暗い時でも安心して作業が行えます。マウスは同じくロジクールの MX Ergo というトラックボールマウスを使っています。マウス本体を動かさずにカーソル操作ができるので、腕や手首が疲れにくい点が気に入っています。10キーレスのキーボードと組み合わせると、小スペースで肩をほとんど動かさずに使用することができます。このキーボードとマウスの下には、デルタハブのウールフェルトを使ったデスクパッドを敷いています。このデスクパッドのおかげでデスクトップがすっきりした印象になりました。滑り止め加工がされているのでデスクパッドが滑ることもありません。端はミシン縫いがされていてほつれを防いでくれます。リストレストには同じくデルタハブのカーピオ 2.0 を使っています。一見すると使い方が分かりにくいアイテムですが、可動式のリストレストです。手首を預け滑らせるように使うことができます。キーボードとマウスを切り替えるとき、手首を持ち上げることなくスライドさせるだけで入力作業が行えます。キーボードの入力作業を効率化する目的で左手デバイスも使っています。私はブレインマジックのオービタル2を使っています。オービタル2はジョイスティックとリング上のスイッチを組み合わせて複雑なショートカットキー操作を簡単に実行できます。手首を立てた状態で操作できるので疲労の緩和にも役立っています。長時間作業することが多いので入力デバイスはエルゴノミクスデザインのものや疲労を緩和してくれるものを選んで使っています。マイクは手話の MV7 を使っています。主に Web 会議で使うことが多いですが、USB 出力によってオーディオインターフェースなしで簡単に Mac とつながる点が気に入っています。音質の良いマイクを探している方にはおすすめのマイクです。このマイクは L 型のマイクアームにセットしています。マイクアームは場所を取ってしまうので何を使うか悩んだのですが、このマイクアームは使わないときはデスクの脇にしまっておくことができます。作業スペースや視界を遮らずに使えるので気に入っています。作業に集中するときは BOSE のノイズキャンセリングヘッドホンを使っています。ノイズキャンセリング機能はもちろんですが、クランプ圧が最適に調整されているので長時間の使用でも快適に使えています。このモデルは物理ボタンで電源や音量調整などの操作を簡単に行える点も気に入っています。使わないときはヘッドホンスタンドにかけています。以上が2023年1月時点のデスクツアーでした。この動画が少しでも気に入っていただけたらコメントをもらえると嬉しいです。このチャンネルでは他にも自分が気に入ったものをたくさん紹介していますので、ぜひ他の動画も見てみてください。最後までご視聴くださって本当にありがとうございました。